2026年7月7日セブンイレブン新商品5品です。冷やし汁なし担々麺温玉ホアジャオ付きです。公式ページでは冷たい汁なし担々麺です。温玉と別店ホアジャオを合わせてお召し上がりくださいと紹介されています。日本ではスープのある汁あり担々麺が一般的ですが、本場中国の四川省では少量の濃いタレと具材を麺に絡めて食べる拌麺のスタイルで天秤棒担々を担いで売り歩いたのが始まりとされています。日本式の汁ありは赤坂四川飯店の創業者であり、四川料理の父と称される陳建民氏が日本人向けにアレンジしたものが定着したそうです。今回のセブンの汁なし担々麺は2000年代に広島で考案された広島式汁なし担々麺のスタイルのようです。ピリピリするラー油の辛みとチーマージャンのごまの香りと発酵感のある塩味、喉越しツルツルの細麺はコシというよりは喉越しと柔らかさを重視した仕上がりです。圧倒的な味噌の香り、直前に振りかけたホアジャオの爽やかでしびれる辛み、大量の青ネギの香味がぐいぐいと食欲を引き上げます。トッピングの温泉卵が部分的に辛みをマイルドにして味変になっていて飽きることなく食べ進めます。もう一つのトッピングザージャンは甜麺醤で甘辛く濃厚に味付けられており、肉の旨味と相まって味がぼんやりしないように引き締めています。これからの暑い季節に向けてさまざまな味と香りのバリエーションで飽きることなく食べ進める一品です。おすすめです。ネギ塩豚カルビ弁当もち麦です。公式ページでは原材料高騰により売価税抜き520円から528円に変更します。香ばしく焼き上げた豚肉をネギ塩だれで味付けしたお弁当ですと紹介されています。圧倒的な脂のうまみにまみれた香ばしい豚肉の食感が口内に広がると自家腺が反射的に反応して耳の下あたりがキュッとします。味覚神経に直接触るような刺激に体が反応しています。少し焦げた豚肉ともち麦ご飯、香ばしい香り、油のうまみ、ネギの辛み、タレに添加されたグルタミン酸のうまみ、もち麦ご飯特有のプチプチした食感と甘み、セブンで数十年間提供され続けた鉄板の組み合わせです。今回はレモンの酸味はありませんが、火通しを強めにすることで油の焦げた香ばしい香りが増強されています。後半は味変でわさびをちょい足しします。間違いなく飛べると思いますのでぜひお試しください。豚肉をネギ塩だれでいただくセブンでも定番のお弁当です。豚肉には糖質をエネルギーに変換し、疲労物質である乳酸の蓄積を防ぐビタミン B1 が牛肉の約10倍も豊富に含まれています。水溶性のため小腸で吸収されにくく、単体では体外に排出されやすいビタミン B1 ですが、ニンニクやネギに含まれる辛味成分アリシーンが水溶性のビタミン B1 と結びつくと分子構造が変化し、油に溶けやすい脂溶性になります。これにより体内吸収率が飛躍的に高まり、さらに長時間にわたって血液中にとどまり効果を発揮し続けます。糖質の摂りすぎや不摂生によるまとわりつくようなだるい疲れには効果絶大です。おすすめです。熟成だれの牛カルビ弁当です。公式ページでは原材料高騰により売価税抜き598円から620円に変更します。香ばしく焼き上げた牛肉を熟成だれで味付けしたご飯が進むお弁当ですと紹介されています。蓋を取ると醤油と砂糖、牛肉の脂のメイラード反応を伴った濃厚で香ばしい香りに包まれます。醤油と砂糖やみりんの和風、どちらかというと牛鍋に近い風味付けがされています。一口大にカットされた牛肉はカリカリベーコンレベルにまで香ばしく焼かれて、甘辛い
たっぷりのタレをまとって白飯の上に整列しています。先ほどの豚カルビがタレの染みたご飯をしだとすると、こちらは白飯の旨味を引き立てる味の構成になっています。牛肉自体は甘辛い濃厚なタレの塩味強めの味なのですが、下の白飯には意外なほどタレが染みていません。口の中でも甘辛い牛肉と米の甘さとジューシーさを保った白飯のコントラストがはっきりとわかります。とにかく白飯の美味しさが際立っています。極端に言うと、美味しい牛肉の佃煮でご飯を食べているような感覚に近いです。税別620円での提供はセブンのお弁当の中央値に近い価格設定です。価格改定があったとはいえコスパは十分です。ちなみにセブンの長年の定番でもある本商品の牛肉には伝統的に冷凍肉臭がほのかに凍ります。しかしそれも含めて美味しい定番弁当です。おすすめです。国産鶏胸店ちくわ磯部店冷やしぶっかけうどんです。公式ページでは鶏胸の天ぷらとちくわの磯部天ぷらで食べる冷たいぶっかけうどんですと紹介されています。セブンのお弁当系で季節を感じる一品ですね。冷たくてコシのある角が立った麺に濃いめのつゆ、青ネギと一緒にいただくと、かつおだしだけでなくいりこだしと甘いみりんの香り、舌がしびれるような醤油系の強い塩味、揮発性の青ネギの辛みと一緒に喉越しの良い麺が次々と滑り落ちていきます。仕事の合間に書き込むことが多いコンビニうどんですが、日常の中で感じるささやかな季節感です。セブンのうどんは冷凍麺によくあるバネのようなコシではなく、噛み切る際に押し返してくるような食感、もちもちの弾力が特徴です。磯部店は丸ごとかぶりつきます。衣のざっくり感、ちくわそのものの焼いた香ばしさ、揚げ油と熱が入った青さの磯の風味を含んだ香ばしい香り、淡白なうどんのうまみとのバランスが秀逸です。鶏胸肉の天ぷらはジューシーで胸肉らしい歯ごたえがあります。揚げ油の香りを残した衣に胸肉ならではの淡白なうまみが濃いめの出汁によく合います。さらに今日は味変で柚子胡椒をちょい足しします。まずは鶏天と一緒にいただきます。柚子の柑橘が口の中の油感を一瞬でリセットして、青唐辛子の辛みと塩味が淡白な鶏胸肉のうまみを一気に引き上げます。味付けというより鶏胸肉のうまみが相対的に強調された感じです。麺にまぶしていただくと少し曖昧になり始めていただしのうまみの輪郭がはっきりして食欲もリセットされていく気がします。夏の初めに食べる冷やしぶっかけうどん、冷たい麦茶が合いそうな塩分補給にぴったりの濃いめの出汁が秀逸です。おすすめです。金沢兼六庵和三本のくず餅 120g です。日本の伝統的な最高級砂糖和三本を贅沢に使用した喉越し抜群のプレミアムカップ和スイーツです。一部の高級スーパー等での取り扱いだった商品をコンビニスイーツとして採用した意欲的な試みです。当商品は小麦粉ではなくくず粉を水に溶かし、火にかけながら透明になるまで練り上げたもので、つるんとした滑らかな喉越しと美しい透明感が特徴です。もちろん温くず、でんぷんと水だけで作る伝統的なくず餅は製造後数時間で劣化してしまうので、コンビニ販売を前提として天然由来のゲル化剤によって水分保持させ、密閉容器との併用で長期保存を可能としています。口に含むとくず餅本体は少し粘り気があるわらび餅のような食感です。黒蜜の濃厚なコクと舌にまとわりつくような甘み、きな粉の香ばしい香りと少しざらついた舌触り、それらが混ざり合ってくず餅自体はいつの間にか実体がなくなって溶けてしまっています。ゼリーや寒天とは異なる食感です。かすかに青っぽくみずみずしいくずの香りと食感が独特です。いつものコンビニスイーツも大好きですが、
たまには少し落ち着いた和菓子をいただくのも良いものです。おすすめです。さて、今週のおすすめの一品はネギ塩豚カルビ弁当もち麦です。圧倒的な油のうまみにまみれて少し焦げた香ばしい豚肉にわさびをつけてもち麦ご飯と一緒にいただけば、耳の下が痛くなるほど味覚が反応します。多少の仕様の変更はありましたが、すでに20年以上食べ続けているお弁当です。一般的な食材で一般的な調理法、リーズナブルな価格で最高に美味しいお弁当です。強くおすすめします。